10巡洋艦愛宕の艦尾甲板。1934年2月、志布志湾での一枚である。 AI で90年前の色を蘇らせてみる。これは戦争の写真ではない。1934年昭和9年の日本海軍の艦上である。一日の操課を終えた後の自由時間。左では相撲、右では柔道。その奥の集団は小さなゲームに興じている。艦尾の主砲身の下で軍人たちはこう過ごしていた。戦争のない海で彼らにも確かに日常があった。当時の写真を AI でフルカラー復元しながら忘れられた艦上の日常をたどる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。慶順洋艦夕張の高甲板。1936年台湾平東豊漁沖での一枚である。単装砲の砲順に対戦表が貼られている。柔道番組と書かれていた。道着姿の2人が組み合う。白い軍装の乗員たちがその周りで観戦する。艦上での柔道試合。昭和11年夕張の高甲板の風景である。軍艦は戦う場所であると同時に武道の場でもあった。前艦長門の甲板での相撲稽古。主砲身の下での一枚である。桃姿の乗員2人。力士役が組み合い、周りで仲間が観戦する。長門の艦上、相撲の風景である。大正、昭和の日本海軍では、艦上相撲は伝統だった。体力づくりと士気の高揚を兼ねた武道行事。主砲身の下で、若き乗員たちは土俵に立った。軍艦の甲板での剣道稽古。主砲身と環境を背景にした一枚である。艦名と時期は特定されていない。しかし写真の中には軍装の上に剣道防具を着た多くの乗員がいる。道、面、そして市内。艦上での剣道の稽古。海軍にとって武道は単なる娯楽ではなかった。心と体を鍛える海軍士官の必修だった。長く続く航海の中で武道は自らを律する手段でもあった。日本人水兵たちの水泳訓練。海岸線が意図的にぼかされた一枚である。軍事機密のため撮影された海岸線は秘匿された。しかし訓練の風景そのものは記録された。海軍兵にとって泳げないことは致命的な弱点だった。沈没した艦から自力で生き残るために、そして救援が来るまで長時間水に浮かぶために、水泳訓練は命を分ける必修科目だった。軍人たちは海と戦う前にまず海と仲良くなる必要があった。駆逐艦さみだれでの装填訓練。模擬装填の一枚である。駆逐艦は艦隊の盾だった。主砲、魚雷、機銃、そのすべての扱いに速さが求められた。装填の速さが戦闘の生死を分ける。何度も繰り返される模擬装填の訓練。さみだれの乗員たちは模擬弾を使い体に動きを刻んだ。太平洋戦争の本格化を前に駆逐艦の乗員たちはこうして備えていた。ペットを連れた日本人水兵たち。軍艦の甲板での一枚である。犬、猫、時には小鳥やヤギ。軍艦には艦に住む動物たちがいた。長い航海の中で彼らは乗員の心を支えた。厳しい規律の中でペットは特別な存在だった。戦場では緊張を、平時では孤独を和らげる存在。軍人もまた人間だった。写真の中で彼らは
屈託なく笑っていた。空母赤城の艦首支柱に上る乗員。1942年5月下旬、ミッドウェー作戦準備中の一枚である。ミッドウェー開戦のわずか1週間ほど前、赤城の艦首では塗装作業が行われていた。支柱に上りハケを握る乗員。出撃前の地道な整備作業。戦闘の写真ではなく日常の作業の写真である。この時彼らは知らなかった。1942年6月5日、赤城が太平洋に沈むことを、そしてこの甲板に立った多くの乗員たちが艦と運命を共にすることを。空母赤城での破片防護の設置。乗員たちが防護を取り付ける一枚である。戦闘に備え、艦の各所に防護板が取り付けられていく。機銃の破片、爆弾の破片、それらから乗員を守るための装備品。戦争は艦上のすべての日常を防御の準備へと変えた。塗装作業の隣で破片防護の設置が進む。赤城は出撃の日を待っていた。そしてその日が彼女の最後の出撃となった。攻撃前の空母艦上での説明。日本人パイロットが指示を受ける一枚である。出撃の前、最後のブリーフィング。目標、進入経路、帰投の時間。ベテラン将校が若いパイロットたちに伝える。そして彼らは飛行甲板へと向かう。母艦に帰れる者と帰れない者がいる。そのことを誰もが知っていた。しかし、口に出す者はいなかった。ただ敬礼を交わしてそれぞれの機体へと歩いていく。256と266が出撃する瞬間。1942年5月26日、ケゼリン艦礁での一枚である。昭和17年、ミッドウェー作戦に向けて2隻の2号潜水艦がケゼリンを離れた。水平線に潜水艦のシルエット。特設潜水母艦の甲板では乗員たちが手を振る。行ってこい、帰ってこい。声には出さない無言の見送り。潜水艦は静かに太平洋へと消えていった。ミッドウェーへ、そしてその先の戦場へ。空母巡洋の士官たち。8艦を観察する一枚である。巡洋型空母2番艦の巡洋。飛行甲板を発進していく艦載機。それを見守る母艦の士官たち。1機の8艦が戦闘の始まりだった。そして戦闘の終わりが彼らの戦死を意味することもあった。士官たちはそのすべてを見ていた。母艦を送り出し、そして帰ってこない者を待つ。それも母艦の士官の役目だった。空母随角の乗員たち。1942年10月、サンタクルーズ諸島沖海戦の直後の一枚である。1942年10月26日、サンタクルーズ諸島沖海戦。米空母ホーネットを撃沈し、日本海軍最後の勝利と言われる戦いである。随角はかろうじて生き延びた。戦闘の直後、生き残った乗員たちが甲板に集まる。そこには安堵があったのか、それとも別の感情があったのか、彼らはまだ知らなかった。約2年後、随角もまた沿岸の岬沖で海に沈むことを、そして自分たちもそこに乗っていることになることを。1934年、愛宕の完備甲板で軍人たちは相撲と柔道に講じた。1936年、夕張の加戸甲板で柔道試合が開かれた。戦艦長門の主砲身の下では相撲稽古が続いた。戦争前の日本海軍の艦上は武道と娯楽の場でもあった。艦にはペットがいた。犬、猫、小鳥たちが乗員と暮らした。訓練の合間に食事を共にし、笑い、眠った。軍人もまた人間だった。しかし、
戦争がその日常を変えていく。1942年、赤城は塗装と破片防護の設置を進め、ミッドウェーに向かった。潜水艦はクーゼリンを立って太平洋へと消えた。艦上は戦場の準備の場所へと変わっていった。そして戦闘が終わると彼らはまた次の海へ向かう。1942年6月、赤城はミッドウェーで沈んだ。1944年10月、随角は沿岸の岬沖で沈んだ。艦と運命を共にした若者たちが確かにそこにいた。あなたのご家族、ご親族の中にも当時日本海軍に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。